皆さんこんばんは晩酌トークのコーナーイエーイはい、このコーナーは夫婦で美味しいお酒を飲みながら1週間を振り返ったり、皆さんの質問に答えたり、時には夫婦でマジ話をしていこうという企画です。第3回目、第3回目です。そうってやってんだけど奇跡第3回目です。いいじゃん、もう一回やって3すごいね。ちょっと今日ビールがまさかの冷えてなかったので、いきなり日本酒スタートしていきたいと思います。今週のお酒は玉の光の、今日はパックのやつですを飲んでいきたいと思います。今回は冷凍庫で凍らせて、ちょっとなんていうの、みぞれ酒みぞれ酒にしてみました。じゃあ今週も1週間お疲れ様でした。乾杯。乾杯。優しく優しく優しく乾杯。あれキンキンだね。よし、おいしいおいしい。それではまずは1週間のゆねここを振り返っていきたいと思います。今週はどうでしたか？ココちゃんハイハイした。うん。でなんかココちゃんの成長がすごいよね。そうだね。毎週言ってるけど、毎週言ってるけど、なんかでもココちゃんすごくない？うん、日に日になんかできることがすごい増えて、なんか今日だけど急にゆねちゃんに買ったクモンのガチャンってボールを入れるおもちゃ、自分でボール持ってこうやって入れようとして1回だけ入れられてたし、見てるんだろうね、ゆねちゃんをね。ハイハイしたのびっくりした、ね。あとすごいなんか自分の意思がはっきりしてきた。そうだね。なんかよくゆねちゃんにおもちゃをね、取られるんですけど、その時にすごいもうわーってなんか泣くっていうか怒る。なんで取るのみたいな。はい、どうぞ。それはなかったもんね、前は。なんか取られても取られたみたいな感じだったけど、今はゆねちゃんが持ってるおもちゃを取ろうともするし、取られそうになったら離さないし、で取られたら怒るしね。めっちゃ怒る。でゆねちゃんは？ゆねちゃんはまだやっぱりお風呂も怖いしうんちも怖い。でもうんちちょっと泣かなくなってきたかも。前よりはね、なんかうんちの本めっちゃ読むじゃん、今だからなんとなく分かってきたのか、ココちゃんがうんち変えてる時とかめっちゃ見てうんちって言うから、ちょっと慣れたのかな。絵本効果があるのかもね。突っ込みすぎだよ。今週のトークテーマは、いただいた質問の中から一つ答えていきたいと思います。年子姉妹でいろいろな大変なことがあるかと思いますが、これが特に大変かなってのが知りたいです。なんだろうな、何するにも大変だけど、うちは今この年子歴半年なわけじゃん、でもこの半年間の中で思った大変なこと、その生まれてからは半年だけど、なんていうの、妊娠中もいるっていうかさ、わけじゃん。で抱っこしなきゃいけないじゃん、そのまだ歩けなかったし、だからお腹大きくなってきてからの抱っことか寝かしつけとか、すっごい大変だったかも、生まれる前の話はね。なるほどなるほど。そっかそっか。ゆねちゃんまだ、寝れないし、てかまだ全然ほらママパパで抱っこで寝るって感じだったから、だからそこは大変かも。2歳差とかでももしかしたら全然抱っこなのかな。でも歩けないじゃん、まず。だから抱っこ紐もできないし、ベビーカーだけど、なんかいろいろ大変だよね。ベビーカー乗せるにも、パパがいない時は一人でやらなきゃいけないわけじゃん。だからそれを抱っこしたりとか、お腹が大きくて抱っこしたりとかしなきゃいけないから、ちょっとそこが大変だったかなって。で生まれてからもゆねちゃんまだ歩けなかったし、でも生まれたばっかりの時の方が大変じゃないよね、今より。
なんか動かないからでも分かんないけど、これからもっと大変なことがあるんだろうけど、今は今が一番大変かも。もう2人とも動き始めちゃったから目が離せないし、本当に何にもできない。ご飯も作れない。だから寝てる間にできることをやっとくしかないんだけど、朝とかもさ、ご飯だいたい一緒の時間に起きてくるから、ご飯とミルクを同時にやらなきゃいけないから、だから前日の夜とかに全部用意しといて、朝はご飯を簡単にできるようにしてとか。だから今はちょっと慣れてきたから容量は分かってきたけど、もうなんか最初の方はどうしていいか分かんないみたいなお手上げ状態だから、なんかその2人の生活のリズムをつかむのが大変。把握しながら、毎日微妙にこうちょっとずつ違うけど、その2人の生活リズムに合わせられるようにこっちがこうなんていうの、調整するっていうか、やらなきゃいけないこととかを、ご飯作りとかね、大変かな。でも何より目が離せないのが大変だよね、2人とも。ここちゃん特にあれだよね、2人ともご機嫌で遊んでる時でも、そのゆねちゃんがココちゃんに何かしたりするから、そこを常にアンテナ張っておかないといけないっていうのが結構きついよね。なんかキッチンにいても、こうちょっと気にしながら、でパッてちょっと目離した時に、ほんとココちゃん押しのけてゆねちゃんがおもちゃを横取りしたりとかして横取りするだけだったらいいんだけど、押し倒して、そうなんか後ろに倒れちゃったりとか、あれしてるからねまだいいんだけど、変なもん口に入れたりとかさ、だからゆねちゃんはさ、もうおもちゃを口に入れることはほぼないけど、ココちゃんがまだあるから、だからほんとちっちゃいおもちゃとかを出せないから、ゆねちゃん遊ぶおもちゃ制限されるよね。確かに。このチャンネルを見てる人とかが大変そうだなっていうのは多分思うじゃん。思うのかな何が大変そうって思うんだろうね。逆に、よくコメントであるのは、なんか寝る時間休む時間ないですねみたいなのとか、だからその寝る時間ないですねとか休む時間ないですねっていうのに関しては、2人とも割と睡眠はとってくれる方だから、良かったなって感じだけど、なんか3時間おきに、ほらまだ生後半年でも3時間おき2時間おきに起きてるお母さんもいるわけじゃん。だからうちは夜中1回起きるかなぐらいで大体寝てくれるから、楽って言ったら楽ではないけどさ、ありがたいよね。そこの大変な部分は、意外と大丈夫、我が家の場合。休憩時間に関しては休憩できる日は休憩できるけど、2人が同時に寝てくれれば、だからいかに自分の休憩時間を作るように時間を調整するかだよね。あとでも寝かしつけ大変じゃない？そうだね。なんか寝たココちゃん、だいたい先にココちゃん寝かしつけて、ゆねちゃん寝かしつけるけど、ココちゃん寝かしつけて寝そうっての時に、なんかゆねちゃんがいきなりテンション高くなって大声出してココちゃんも覚醒しちゃって、もう2人で寝ないみたいな。寝かしつけ2時間とか、できればさ、やっぱ30分以内とかにはさ、こっちの体力とかストレスっていうか、そういう気力的にも30分から1時間内では収めたいではあるけど、やっぱり1時間半とか。でもなんかそこに関してはさ、2歳差とかよりは多分マシなのかなって想像するんだけど。なんで？だってなんていうの、大体寝る時間って一緒じゃん今。でも2歳差3歳差だともうちょっと体力が出てきてずれるじゃん。でもずれた方が楽なのか。でも3歳とか2歳とか、保育園に行ってるとかさ、あるから疲れてくるわけじゃん。だからね、これがね、もうあと1年したら2人とも1年もしなくても多分歩けるようになるじゃん。で2人とも歩けるようになったら2人でお散歩連れてって、2人とも疲れて夜ぐっすり同じ時間にってなってくるから、あれだけど、今はここじゃまだ歩けないし、外行くとしても抱っこひもって抱っこしてるから疲れるも何もないんだけど、だから寝かしつきはちょっと大変かな、今。だから逆に年子姉妹を育ててる、年子姉妹っていうか年子とか双子とか、双子はまた違うかとかを育ててる、2歳差でも限りなく近い2学年差っているじゃん。なんかそういう人たちに聞いてみたい、どういう感じなのか。
まあね、家庭環境とかその子の性格も違えばね、またうちはさ2人ともいるからさ、うん、家にパパもママも。だからまだあれだけど、これが逆にパパが外に出る仕事で一人で育児してたら、逆に一人は一人でその注意がこっちにしか行かないから楽なのか、それとももっと大変なの、まあもう大変なのは大変だと思うんだけど、一人で二人はだから分かんないよね。だから一人の場合がないから基本。あ、でもお風呂も無理じゃない？一人はお風呂こそ無理、一人では。寝かしつけはなんとかなっても、だから普段の普通に生活してる分では、まあ、ご飯食べてる時とか何かしてる時っていうのはそんなに大変じゃない。ゆねちゃんもご飯自分で一人食べれるようになってきたし、で横に座ってミルクあげて、だからその空間は落ち着いてるけど、その準備段階だったり、さあお風呂に入りますの準備、お風呂上がったその後の処理とか、そういうのが大変、っていう感じ。大変、まあ大変っちゃ大変なのがあれだよね。パソコンしてる時にゆねちゃんが来る、じゃん。まあそれ大変だけど、もしかしたら今後ココちゃんも来るようになるのかな。確かに2人で大変だよね。じゃあやっぱゆねちゃんはパソコン見せてって感じになるし、まあ見るだけだったらいいんだけど触るからさ、だからココちゃんも行ったらもう無理よ。大変だよね。だから家で仕事したりとか、まあ、リモートワークとかそういうのは区切られてない家だと結構大変だよね。うちは全部見えるからね、だからそっち行かないように、今ちょっとそっち行かないようにしてほしいって言われて、ママがこう行かないようにこっち注意払ってても、行きたいもんは行きたいから、それを阻止することって無理じゃん、だから完全にこうもう部屋がガチャンってドアが閉められるような空間があれば、諦めもつくから、また違うのかなと思うけど、そこのなんか労力がなくなる、なんかまとまんないけど、まあでもそんな感じじゃない？なのでなのでどっからなのでこれを見てくださっている年子を育てたことがある方、ない方、これから育てる方、ぜひ年子のここが大変だよっていうところを教えてくれたらなと思います。対応策とね、どうしたかとかね、まあこれからまた大変なことも我が家は変わってくると思うので、その時にまたこの動画を撮ってみたいなと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、TikTok もやってますので、ぜひ見てみてください。せーの、いないいない、バイバーイ。